9時をお知らせします。This program is Whiskey Radio, Drama FM. 時刻は午後9時を回りました。金曜日の夜のウイスキーラジオドラマ FM の時間です。お相手はナビゲーターのシーカーでお送りします。この番組ではウイスキーニュースをはじめ、バーで見かけたら一度召し上がっていただきたいウイスキーをご紹介していきます。ぜひお酒を飲みながらどうぞ最後までお付き合いください。さて、皆さんイベントを企画するとき何が一番大切だと思いますか？魅力的な商品でしょうか？豪華な出演者でしょうか？それとも特別な会場でしょうか？先日ロンドンでシェアードスピリッツという新しいウイスキーフェスが開催前に中止となりました。このイベントはウイスキーフェスに行かない人のためのウイスキーフェスという挑戦的なコンセプトでした。音楽やアート、フードやカルチャーを取り入れ、ウイスキー初心者にも気軽に参加してもらおうという狙いだったそうです。さらに会場もなかなか印象的でした。ロンドン北部プリムローズヒルにあるセントメアリーズ・バージン教会。伝統的なウイスキーイベントとは全く違う文化的な空間を選んでいました。実際この会場選びだけでもかなり話題になりました。ところが主催者は開催直前になって中止を発表します。理由は届けたい層に十分届いていなかったからでした。会場は面白い、コンセプトも面白い、参加ブランドも魅力的。それでも成功するとは限らないんですね。なぜならイベントは何をやるかよりも誰に来てもらうかの方が重要だからです。ウイスキー好きは従来のウイスキーフェスへ行く。しかしウイスキーに興味がない人は教会で開催されてもアートがあってもそもそも来場する理由を持たないかもしれない。つまり企画の魅力とターゲットへの伝わり方は別の問題なんですね。いい企画を作ることとその企画を必要な人へ届けること、その両方が揃って初めてイベントは成功するのかもしれません。それでは海外ニュースをお届けしたいと思います。アイラ島を代表する蒸留所ラフロイグから多くのファンが待ち望んだニュースが届きました。ラフロイグ15年が2026年6月1日定番ラインナップとして正式に復活しました。しかも今回は期間限定ではなくコアレンジへの復帰です。実に10年ぶりとなる歴史的な復活と言えるでしょう。ラフロイグといえば薬品を思わせる個性的な香り、力強いピートスモーク、潮風を感じる塩味などで世界中に熱狂的なファンを持つ蒸留所です。その歴史は1815年まで遡り、200年以上にわたりアイラモルトを代表する存在として愛され続けています。そんなラフロイグですが、実は15年熟成という表現はブランドにとって特別な意味を持っています。初めて発売されたのは1985年。当時は定番商品として販売され、長年にわたりラフロイグファンから支持を集めました。さらに、後に国王となるチャールズ3世が愛飲していた銘柄としても知られています。しかし、2000年代後半に惜しまれながら終売。その後は2015年の創業200周年記念として限定復活したのみでした。今回のラフロイグ15年はアメリカンオークのエクスパーボンダルで熟成。アルコール度数は 46%。15年という年月によってラフロイグ特有の個性がより円熟したスタイルに仕上げられています。公式テイスティングノートでは香りはオレンジやグレープフルーツ、そして干し草、バニラ、ほのかなクローブ。味わいはスモークと海塩を中心に黒胡椒やスパイス、そして穏やかな甘みが広がります。フィニッシュは長く塩気を伴ったスモークが心地よく続くとのことです。一般的にラフロイグ10年は若々しく荒々しいピート、強烈なヨード香、そして鋭い個性が魅力です。一方15年ともなるとピートスモークはそのままに角が取れ、より複雑で上品な表情を見せるようになります。
実際にラフロイグでは熟成年数が伸びるほど柑橘やバニラ、フルーツのニュアンスがより豊かに現れる傾向があります。つまり今回の15年はラフロイグらしさを残しながら熟成による円熟味も楽しめる絶妙な立ち位置のボトルと言えるでしょう。近年のスコッチ市場では熟成年数表記のある商品が再び注目を集めています。原酒不足の影響からノンエイジステートメントと呼ばれる年数表記のない商品が増えた時代もありましたが、現在はブランドの歴史や価値を改めて見直す動きが強まっています。長年ラフロイグを愛してきた方にとっては懐かしい復活劇、そして若い世代にとっては新たな定番との出会い、そんな一本になりそうですね。動画の概要欄に公式サイトのリンクを貼っておきますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。ドラム FM では皆さんからのお便りを募集しています。いただいた内容は番組内でご紹介させていただきますので、おすすめのウイスキーや素敵なバーのご紹介などをコメント欄にお寄せください。感想や質問も大丈夫です。たくさんのお便りをお待ちしています。それでは今日のゲストなんですけども、この番組ではゲストと称しまして私が購入したウイスキーを皆さんにご紹介したいと思います。本日はグレンモーレンジー蒸留所からハリソンフォードリミテッドエディションです。1843年にウィリアム・マセソンによって創業。創業の地はスコットランド北部の町テインのドーノック湾を望む風光明媚な場所に位置しています。農場にあった古い醸造所を蒸留所へと改装し、グレンモーレンジーの歴史をスタートさせました。グレンモーレンジーという名前はゲール語で静寂の谷、あるいは大いなる安らぎの谷という意味を持つとされ、蒸留所周辺の穏やかな風景を表しています。そんなグレンモーレンジーを語る上で欠かせないのがスコットランドで最も背の高い蒸留機です。その高さはおよそ5メートルを超え、キリンの首にも例えられるほど非常に背が高いことで有名です。この長い蒸留機を通ることで重たい成分が取り除かれ、軽やかでエレガントな酒質が生み出されます。熟成にはアメリカンオークダルの活用やワインダルによる追加熟成など、現在では一般的となった技法をいち早く取り入れ、シングルモルトの可能性を広げてきました。創業は180年以上を経た現在も、伝統を守りながら挑戦を続けるハイランドモルトを代表する蒸留所の一つとして世界中のファンに愛されています。ハリソン・フォードリミテッドエディションはグレンモーレンジーのグローバルキャンペーンに起用されたハリソン・フォード氏がビル・ラムズデン博士と出会い、複数の樽をテイスティングしながら幾重にも重なる風味を丹念に磨き上げた末に完成しました。クラシックなバーボングレンモーレンジーとトーストしたポルトガル産アクアインダルを組み合わせることで独特の口当たりを表現しています。どんな味がするんでしょうか。ではストレートでいただいてみたいと思います。はい、注ぎ終わりました。色味は深いオレンジですね。早速香りからいただいてみたいと思います。トップノートは濃密なキャラメルにアプリコットや黄桃。ミドルノートはジャスミンやリコリスの香り。ラストノートは蜂蜜に木の香りがします。では味わってみたいと思います。口当たりはややオイリーでボディはミディアム。シロップのような甘みに優しいバニラ。蜂蜜や柑橘のほのかな苦みから黒糖。
そして焼きたてのパンの風味へとグラデーションのように切れ目なく変化します。フィニッシュはオレンジオイルに蜂蜜。タンニンの渋み、スパイスが長く余韻に残ります。これは素晴らしいですね。アルコールの角はなく、粘りのある口当たり。柑橘や花の香りに上品な甘さと程よい苦みや渋み。味のバランスが絶妙で火の打ちどころがありません。ただひたすらに味わいの層の深みに酔いしれる、そんなウイスキーに仕上がっています。これは文句なしのストレートですね。もしバーで見かけることがありましたら、ぜひ召し上がってみてはいかがでしょうか。そろそろお時間となりました。次回のゲストはリンドーズアビー蒸留所からフライヤージョンコーチャプター3をご紹介したいと思います。このラジオが気に入っていただけましたら、コメント、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それでは良い週末を。お相手はシーカーでした。